飛行船発進。プリミティアプレイヤーエールです。今回は最強のプロペラを装備した飛行船を作ってみようと思います。プロペラを研究して効率的にパワーを発揮できるようにしようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはプロペラの実験装置から作っていきます。以前プロペラのスピードを測った装置を材料に、プロペラの力で縦方向に動くように作り直します。こちらに重りをつけて、どのくらいの重さなら持ち上げることができるか、確かめてみようというわけですね。まずは、24枚の草の糸を重ねたプロペラを、だいたい20度くらいの浅い角度をつけて取り付けて、試してみましょう。重りのない状態で燃料をつけると、ちゃんと持ち上がってますね。この力が、プロペラの角度や形によって、どれくらい変わるか、確かめてみようというわけです。まずは、40キロの重りをつけて、持ち上がるか試してみましょう。持ち上がりませんね。次は半分の20キロです。まだダメですね。今度は10キロで試しましょう。まだ持ち上がりませんね。意外とパワーがないみたいです。5キロならどうでしょうか。ちょっとふわっとしてきました。もうすぐ持ち上がりそうです。4キロ。まだダメですね。3キロ。ギリギリ持ち上がってない感じです。あとわずかですね。2キロを試してみると、よし、プロペラの力で持ち上がっていきました。まだ余裕がありそうなので、2.5 キロも試しましょう。そうすると、まさにギリギリ浮かんでる感じですね。このプロペラだと 2.5 キロのパワーがあるみたいです。といっても、重りの位置は適当なので、あくまでプロペラの性能を比較するための数値ですね。では今度は、プロペラの角度を45度に変えてみましょう。こうするとパワーはどうなるんでしょうか。早速試してみましょう。2.5 キロの重りをつけたまま、燃料をつけてみると、持ち上がりません。角度をつけると、パワーが落ちるみたいです。速さの実験の時と逆ですね。かなりパワーが落ちているので、重りの代わりにドローンをつけることで、逆に浮力を与えています。ドローン一つで2キロくらいの浮力があるので、どれくらいつけた時に浮かぶかで、角度を変える前との差がわかるはずです。5つ目をつけたところで、ギリギリ浮かんできました。それから6つ目をつけると、余裕で浮かんだので、5つ目と6つ目の間、11キロくらいの浮力が必要と考えると、浅い角度の時との差は 13.5 キロ。ガクッと落ちました。結果は想像できますが、念のため、深い角度をつけた場合も試してみましょう。一体どれくらい浮力が落ちるんでしょうか。早速燃料をつけて、ドローンを貼り付けまくっていきましょう。なかなか浮かびませんね。13個目をつけたところで、よし、浮かびました。ここで釣り合ってる感じなので、必要な浮力は26キロ。45度の時との差は 12.5 キロ。20度の時との差は 28.5 キロでした。今度はプロペラの枚数を変えて、浮力を測定してみましょう。付け外しすると、角度が微妙に変わるので、もう一度1枚から測ります。かなり浅い角度で取り付けてきたおかげか、3キロの重りも持ち上げられるようになっています。では今度は、2枚のプロペラを試してみましょう。24枚の草の板のうち、12枚を反対側に移動させました。早速3キロの重りを試してみると、浮かんでいきます。そのまましばらく待つと、エンジンが温まってきたのか、1枚の時より、いい勢いで浮かんでいるように見えるので、2枚にすることで、バランスよく回転して、浮力が上がってくれたみたいです。次は、4枚で試してみましょう。3枚はバランスよく並べるのが難しいですからね。
さっきと同じように3キロの重りで試してみると、1枚や2枚の時より浮力が微妙に落ちている感じです。ゆっくり落下する感じで浮かび上がってくれません。重りを 2.9 キロに減らすとどうでしょうか？ちょうど釣り合ってる感じですね。4枚にプロペラを増やすことで、プロペラ同士の微妙な角度の差が影響して、浮力が落ちたのかもしれません。スピードの時と同様、2枚が最適解みたいですね。せっかくなので、プロペラの長さと浮力の関係も調べてみましょう。こうやって間に軸を入れて延長して、浮力が変わるか実験します。とりあえず、3キロの重りをつけて試してみると、浮かんでいませんね。浮力は落ちているんでしょうかと思っていましたが、しばらく待っていると、勢いよく浮かんでくれました。ちゃんと回転する程度の抵抗なら、軸は長い方がいいみたいですね。次は、プロペラをつける方向を縦向きに変えてみました。3キロの重りで試してみると、持ち上がりませんね。重りを 2.7 キロに変えてみると、よし、持ち上がってきました。この付け方は、スピードを上げる効果はあったんですが、パワーが必要な場合は、逆効果みたいですね。次は、軸を短くしてみましょう。こちらも、3キロの重りでは持ち上がらなかったので、2.9 キロの重りに付け替えてみると、ちょうど釣り合っている感じです。空中でピタッと止まっている感じが、なかなか面白いですね。でも、エンジンが温まってくると、いい感じに浮かび上がっていきます。角度の時と比べると、プロペラの直径で、そこまでの差はないみたいですね。だったら、プロペラに使う草の枚数を変えるとどうでしょうか？このまま半分の12枚に減らしてみると、ガクッとパワーが落ちたみたいですね。そして、ドローンを10個つけたとき、ようやく浮かび上がったので、24枚の時との浮力の差は、22.9 キロ。草の板1枚で 1.9 キロぐらいの浮力という計算です。では今度は、6枚草の板を追加して、18枚のプロペラで試してみましょう。そうすると、ドローンを4つつけたとき、浮かんでくれました。12枚の時との浮力の差は、12キロ。草の板1枚あたり、2キロの計算になります。草1枚あたりの浮力は、さっきの 1.9 キロとほぼ同じなので、草の板の数と浮力は比例するみたいですね。つまり、なるだけたくさんの草の板を重ねて、プロペラの角度はできるだけ浅く、枚数は2枚にすることで、強い浮力を持つ最強のプロペラができるわけですね。早速この実験結果を活かしたプロペラを作って、飛行船を飛ばしてみましょう。こんな感じで、エンジンの横に石をつけた後、浅い角度をつけて、古代の合金を貼り付けたら、下にある軸の方にも、浅い角度をつけた木の板を取り付けます。ちなみに、エンジンの方に石と古代の合金を使うのは、石でエンジンの熱を断熱して、古代の合金でプロペラに流れてくる熱を放熱するためですね。こうしないとプロペラが燃えてしまいます。そしてこちらに、草の板を20枚重ねたプロペラを4枚貼り付ければ、浮力最強のプロペラの完成です。早速燃料をつけたら、ぶら下がってみましょう。固定を解除すると、勢いよくはないですが、力強く上昇していきます。落ちる気配はありませんね。そのまま進むと、おっと、プロペラが傾いて燃えてしまいました。このプロペラなら、かなり重いものでも上に行かすことができると思うので、大きめの飛行船でも飛ばせるんじゃないでしょうか。早速飛行船を作っていきましょう。プロペラの下に操縦席を作ったら、プロペラの周りを囲むように飛行船っぽく草を貼り付けていきます。草も大きいとそれなりの重さがありますが、これだけたくさんつけても飛んでくれるんでしょうか。よし、飛行船の完成です。前が見えるように隙間を空けていますが、なかなか巨大になりましたね。
あとはこちらに燃料をつけて飛ばすだけです。でも、それがなかなか難しいです。燃料を運ぶ途中に草に引火してしまうんですよね。それでも、何度かやり直して、よし、燃料をつけることができました。プロペラの固定も解除したら、早速飛行船を飛ばしてみましょう。飛行船、発進。大きな飛行船がしっかり浮かび上がっています。プロペラが見えないので、なかなか不思議ですね。そのまましばらく空を漂っていると、おっと、傾いた時にプロペラに引火して燃えてしまいました。巨大なせいで風の影響を強く受けてしまうみたいです。揺れると燃えてしまうので、上昇中にホルスターに固定して安定させると、結構長い間飛ぶことができています。向きを変えることができますが、移動は完全に風任せなので、狙ったところには飛べませんね。あちゃー！またしても燃えてしまいました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。炎の光が壁に反射して、なかなか暖かそうな空間ですね。前にある隙間のおかげで、上空からの景色を楽しむこともできます。しかし、風に煽られて傾くと、目の前の炎で景色が見えなくなりました。それでは最後は、なるだけ遠くまで行ってみましょう。飛行船をホルスターに固定して、傾けないように注意しながら、風に流されていきます。上空はそれなりに強い風が吹いているので、これでも結構進みますね。一応向きを変えることで、ある程度進む方向も変わっているみたいです。そしてここで、燃料が燃えすぎて外れたせいで、燃え移ってしまいました。そのまま操縦席だけになって、一緒に落下していきます。なかなかの高さですね。海の上に落ちたので、大きめの島まで泳いでいきましょう。近くの島には、食べられるスライムがいなかったので、かなりの距離を泳いで、いい感じの島に来ることができました。それでは、たくさん海を泳いで、お腹も空いてきたので、近くにいるスライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた飛行船さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、また